リムーバブルケースのファンに、続き、PC ケースのファンが壊れました。ひどい音でしょ？このケースには、12センチファンが3つと、14センチファンが1つついています。どうやら、壊れたのは上部のファンのようです。上部のファンのコネクターを、引っこ抜いてみます。ビンゴです。このケースの上部には、14センチファン、あるいは、12センチファンを2つ設置できます。素直に12センチファンを、交換するのではなく、14センチファンを購入しました。電源ユニットから、電力を取るソケットと、取り付けネジ、4本が付属されていました。今回は、マザーボードのファン専用、3ピンソケットに接続します。それでは、上部のファンを交換できるところまで、PC ケースのカバーを外します。クーラーマスター社の CM690、2プラスは、上部のカバーを外すのに、両側面のカバーを外す必要があります。片側に3つ、両側に6つの爪があるので、内側に押して、上部カバーを外します。分け合って、前面のカバーも外します。ホコリが舞っています。メッシュのカバーにホコリが積もっています。これが、故障した12センチファンです。ネジは4箇所、止まっています。ケース内の温められた空気は、自然と上部に移動します。上部にメッシュの通気口があるので、ファンがなくても熱を自然に、排出できます。今は11月なので、上部のファンが回らなくても、背面のファンが回っているので、問題ありません。ケース外に排出するファンがあると、ケースの隙間から、ケース外の空気を取り入れる流れができます。逆に、ケース外の空気を取り込むファンがあると、ケースの隙間から、ケース内の空気を逃がす流れができます。故障したファンを取り出します。左の大きなファンを取り付けます。右は故障したファンです。CPU ファンをかわしながら、14センチファンを固定する場所に移動します。向きに気をつけましょう。ケース内から、ケース外に排出する方向に、設置します。ネジは、一度にきつく締めようとせず、仮止めのつもりで、4本のネジを締めます。次は、対角線上のネジを、仮止めします。残りの2本も、同じ要領で仮止めします。4本目のネジです。ここからは、きつく締めます。再び、4本のネジを、きつく締めます。しっかり固定しないと、ファンの振動が、
PC ケースに伝わり、変な音がする場合があります。そうそう、ファンは消耗品です。交換した日付をメモしておきましょう。だいたい、どれくらいで故障するのかが、わかります。故障したファンは、来月で6年目を迎えるはずでした。これ以上、回りません。しっかり固定されました。ここからは、カバーを元に戻す作業です。カットしてもいいのですが、だらだら流します。クイックルワイパーハンディ、万歳。側面にファンを設置しているので、ファンケーブルをマザーボードに接続します。危ねえ、顔出すなよ。ついでに、USB ケーブルや、LAN ケーブル、ディスプレイケーブルの接続作業も、公開。食パンの袋を閉じるプラスチックに、カラーペンで点を書き、その色で接続する場所を、決めています。別に、変更しても自動で再設定されますが、私は場所を固定しています。最後に、電源ユニットのスイッチを入れて通電します。それでは、起動してみましょう。ファンから異音は聞こえませんね。手をかざして、ファンが正常に稼働しているか、確認します。最後まで見てくれて、ありがとうございました。